こんにちは、はかです。実はですね、今試験的に使っているキーボードがあるんですよ。で、それがこちらなんですけど、ロジクール MX キーズミニというキーボードなんですよ。いや、ちっちゃくて可愛いですよね。で、私普段リアルフォース使ってるじゃないですか。で、その他に最近お気に入りなのはレーザーのハンツマンミニとかハンツマン V2 のオプトメカニカルスイッチなんですけど、キーボードって打ち心地が全てだっていう風に思ってるんですよ。そんなわけでロジクールのキーボードって今までそんなに気にしてなかったんですよね。ロジクールのキーボード？マウスはいいけどキーボードはね。確かにマウスと連動した方が便利だとは思うけど、パンタグラフでしょ？いや、あんまりね。ごめんなさい。甘かったです。いや、この MX キーズミニすごいいいんですよ。いや、早く使ってみるべきでした。で、結構 YouTube でも、他の皆さんかなりこの MX キーズミニ絶賛してるんですよね。で、このタイプのロジクールのシリーズ、いくつかあって、クラフトというものが一番最初に出てたと思うんですけど、その後 MX キーズが出て、このミニ。今や MX キーズの 4Mac なるものもありますよね。で、実際使ってみて、皆さんが絶賛してる理由が分かりました。今日私がなぜこんなに手のひら返しをしているのか、その理由をお伝えします。で、もちろんいつも通り、スペックとか機能とかいろいろ解説していきたいと思うんですよね。セットアップでちょっと戸惑った部分もあるので、そこにも注目です。では行ってみましょう。まず第一のポイントなんですけど、これはもう打鍵感が良すぎる。こういった薄型のキーボードって、基本的にパンタグラフ、シザー式とも言いますけど、そういうスイッチを採用してるんですよね。なのでメカニカルに比べると、ストロークが浅かったりとか、打ち心地あんまり良くないなんていう風に言われてるんですよ。大体打ってても、ペチャペチャと打つような感じで、キーを潰してる感覚があるんですよね。そういったあまり打鍵感の良くないパンタグラフのキーボードが多い中で、比較的いいなと思うのが、こちらの MacBook のキーボードです。で、MacBook ですね、しっかりしててブレがないっていうところがいいんですけど、ちょっとキーストロークが浅すぎて、しかもちょっと硬いんですよね。で、弱く打てば、ちゃんと打ってないっていうところにもなりますし、しっかりと打とうとすると、指へのダメージが結構蓄積していくなということで、長時間使ってると痛くなったりするんです。そこがこの MX キーズ絶妙なんですよね。キー自体に結構厚みがあってストロークもしっかりしてると。何より安っぽいキーボードにあるようなキーのブレっていうのが全然ないんですよね。で、今までロジクールのキーボードってこういったブレが気になるなというふうに感じてる部分もあったので、すごく改善されてます。またいいのがですね、このキー真ん中がへこんでいてちょっとクレーター状になってるんですよ。この形がキーの端を打つことを防いでくれて、自然とキーの真ん中に指が行くので、しっかりとキーをまっすぐ打ち込むことができる。そうすることでブレも防げるし、ミスタイプも減るというようなすごくいい効果があるんですよね。またですね、このパッケージングというかレイアウトなかなかいいんですよ。非常にフットプリントが小さい中に、しっかりと主要なキーが収められてます。レイアウトとしては日本語 JIS 配列なんですけど、こちらレーザーハンツマンミニというキーボードとこれすごく似たような大きさなんですよ。重ねてみると左右の幅はほぼ一緒です。で、ちょうどこのファンクションキーと上の出っ張り部分だけが大きいっていう感じですよね。60% キーボードっていうのは矢印キーがなかったりファンクションがなかったりとかなりキーを省いた設計になってるんですよ。それに対してこちらの MX キーズは結構省かれてないというか、ここにきちんと矢印キーがあったりとか、ファンクションキーもずらっと並んでますし、何よりいいなと思うのがこのバックスペースの上にデリートキーがあるんですよ。
文章を打ったりする時もバックスペースとデリート結構使い分けたりするじゃないですか。で、大きさは 60% キーボード並みなんですけど、実際高さに関しては非常に低いです。やっぱりメカニカルだったりとか、静電容量とかオプトスイッチとか、いろいろあると思うんですけど、フルサイズのこのきちんとしたキーストロークのキーボードと比べるとだいぶ薄いですよね。ただこの薄いだけじゃなくて、この奥の方がちょっと高くなってるんですよ。なのでデスクに置いた時に前への傾斜がついてて非常に打ちやすい。でしかも手前がすごく薄くなってるので、キーボードのパームレストがいらないんですよ。また安定感もあるんですよ。で、外側見る限りプラスチック製ではあるんですけど、このマグネットをつけるとくっつくっていうのを見る限り、内部に鉄板が仕込まれてるみたいなんですよね。なので非常に合成感が高い。打っていてたわんだりする感じが全くないっていうところがいいですね。その代わりちょっと重いかなっていう印象もあります。で、実際に使用するときなんですけど、ワイヤレスの Bluetooth 接続が基本になります。ロジクールボルトっていう新しい接続方式もあって、専用のドングル用意すれば使えるらしいんですけど、これ自体に付属はしてないんですよね。もう本当に Bluetooth 専用設計みたいには感じられるんですけど、どちらかというとこの製品、自宅でどっしり固定で使うっていうよりも、外に持ち出して複数のデバイスで使うことを想定されているようです。というのもですね、この1から3までのファンクションキーが、それぞれペアリングのボタンになってまして、もうファンクションキーを1押すだけでこっちとペアリング、2押すだけでこっちとペアリングみたいな感じで使い分けができるんですよ。またこの切り替えもすごいスムーズなんですよね。複数の機器を行ったり来たりするのにすごく向いている設計になっています。そしてさらにその切り替わりをスムーズにする方法があります。それがロジクールフロー。以前こちらの MX Master 3だったりとか MX Anywhere 2S 紹介した時にご紹介した機能ではあるんですけど、ロジクールのアプリ経由で2台のパソコンをあたかも1台のパソコンで2画面共有しているような、そんな使い勝手になるっていう機能があるんですよ。例えば Windows でマウスカーソルを端に持っていくと Mac のマウスカーソルが端から現れたりとか、そういった挙動があったり、ファイルをコピー&ペーストをそのままできたりとか、使ってみるとなかなか便利なんですよね。ただですね、この MX キーズミニ単体ではこのロジクールフローが使えなくて、この MX シリーズのマウスとセットで使う必要があるんですよ。そしてここからが注意点というかポイントなんですけど、マウスの方のフローの設定画面、こちらの方に潜っていって、リンクキーボードというところでこの MX キーズミニを選んで初めて連動するっていう形なんですよね。で、最初そこがちょっと見つけられなくて、マウスは切り替わってるのにキーボードがうまく切り替わらないなというふうに感じてました。ただこの設定をきちんとするとマウスが動いている端末のキーボードとして認識されるので非常に使いやすくなります。複数のデバイスを行ったり来たりするのにはすごく嬉しいですよね。やはりワイヤレスで使うとなるとこちらのバッテリーの持ち気になりますよね。実際バッテリーの持ち、通常使ってて最長10日間というふうに書かれています。10日間って聞くとすごく短いなというふうに感じるんですけど、バックライトを完全にオフにするとなんと5ヶ月間持ちます光るか光らないかで随分と変わるものですね。でしかもこのバックライトがですね常に光ってるわけではないんですよ。ここら辺がすごくうまくて近接センサーを採用してるんですよね。なので手を離すと消えて近づけると光るみたいな、そんな感じなんです。またこの環境光をしっかりと計測して暗ければ光るし明るければ消えるしっていう制御をしてくれるので、これ辺がバッテリーの持ちにも貢献してるんじゃないかなと。もちろんボタンで手動でオンオフも可能ですので、しっかりと持たせたいっていう方はバックライトオフにするっていうことをお忘れなくという感じですね。
で、私が選んだのはこちら、ペールグレーというカラーです。ほぼホワイトですね。で、このホワイトの部分と、あとベースの部分がシルバーになってて、すごくアルミっぽい質感に見えるんですけど、よくよく見るとプラスチックの塗装です。外側プラスチックでも中に鉄板仕込んでるんで、安定感は全然あるんですけど、表面の塗装が若干弱い感じがするんですよね。これペールグレーだけかもしれないんですけど、私実はこれもう2週間ぐらいカバンの中に入れて持ち歩いて運用してるんですよ。でそしたらこの上の部分、この白い部分の塗装に傷が入ったりとか、ちょっとひび割れっぽい感じに見えるところがあって、そこが気になるんですよね。数日間程度の使用で傷が入ってしまうっていうのはちょっと気になっちゃいますね。そして他の方も非常に多く指摘されていることではあるんですけど、こちらのキーボード、日本語配列しか日本では発売になってないんですよ。いやー惜しいですね。この MX シリーズだと MX Keys for Mac が英語配列なんですよね。ただあっちはフルサイズなんですよ。で非常にこの点キーの部分が大きくて、幅とか、高さっていうのも他のメカニカルのフルサイズキーボードとほぼ同じ大きさになってます。せっかくこういうコンパクトさが売りなんで、こっちの方で US 配列、英語配列を使いたいなっていうのが本当切に思います。で、こういう話すると、輸入すればいいやって考える方もいらっしゃるかと思うんですよね。で、当然アメリカの Amazon などで US 配列のこの MX キーズミニって買えるんですけど、技的マークが入ってないっていうポイントがあります。基本的に技的マークの入ってないワイヤレス機器を、個人輸入でも、輸入して使ってしまうと、それは違法になってしまうんで、なかなかそれもできないなというふうに感じてます。なのでやはり日本で正式に発売してほしいというところですね。ただ一つ朗報というか面白かったのが、Windows と Mac でこの挙動がちょっと違うんですよ。で私 Windows 英語配列のキーボードに設定しているんで、この日本語配列のキーボードをセッティングしたとしても記号の位置が違ったりとか、無理やり英語配列のキーボードとして認識しようとします。ただこちらの Mac の方ですね、外付けキーボードをそのキーボードごとに英語配列なのか日本語配列なのか認識するんですよ。なので本体は英語配列でも外付けが日本語であれば英数とかカナのキーが使えるっていう感じなんですよね。そこやっぱり Mac すごいなと。もちろんエンターキーとかデリートキーが遠いっていう、日本語配列独特の、辛さっていうのはそのままなんで、そこは我慢するしかないんですけどね。なので私は今会社のパソコン、もともと日本語配列の Windows Note なんですけど、それと、メインで使っていこうかなと。でさらに、持ち歩く MacBook だったりとか iPad だったり、そういったものといろいろと連携していこうかなというふうに考えています。で、英語配列出たら家でも使いたいなっていうところでしょうかね。いかがでしたでしょうか。私実はこれもう2週間ぐらい毎日職場と家と往復してずっと使ってるんですよ。で、いろんなところで仕事をする機会があって、もともとよく行くオフィス2カ所と車にはそれぞれキーボード置いてあって、環境ごとに全部違うキーボード用意してやってたんですよね。それが、これを持ち歩くことで全部いらなくなっちゃうなっていうふうに感じてます。しかしこれ打鍵感良すぎですね。今まで数多くのパンタグラフキーボード触ってきましたけど、ここまで打鍵感のいいパンタグラフシザースキーボードっていうのは感じたことがなかったです。そしてパンタグラフの良さというのはやっぱり静かだっていうことなんですよ。で、割と最近よく思うのが、ウェブ会議でメカニカルを使っててうるさいなって感じることが結構あります。そういう意味でもやっぱり仕事で使うべきなのかなというふうに感じました。今までメカニカルとか静電容量無接点方式とか打鍵感にすごくこだわっている人にこそ一度体験してみてほしいと思います。この製品気になったらぜひ調べてみてください。
それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。